と頑張ります。もっと上で。本当の世界一決定戦だと思ってるんで。パンチを回収しながらトランプを放ってきた。いや、ありがとうございます。さあここから今はライジンを背負うっていうなんか気持ちに。佐々木優が戦えない。お見苦しい姿なんですけど全然元気し。次取り行くから。何の問題もないからね。カイピョンは何歳なの？やめてよいじってくるんですけど。カイピョンは25です。もうすぐ26。今年26。若いね。変わんないじゃないですかそんなに。どうした？なんで？日本語上手ですね。絶対勉強します。自分で勉強したんですか。ずっと昔から日本にちょいちょいいるからで。すごいですね。韓国初代ロード FC 女子アトム級チャンピオン、日本のチームジュエルスでも活躍を見せたハムソキです。大臣デビューは今年7月、前澤ともキックによる1ラウンド TKO。 目指すは宿敵女王浜崎朱加への挑戦権。女子レスリング界のカリスマから総合のカリスマへ、ケンから見守る元々キットに思いを捧げて山本美優、自らの人生をかけた大一番です。32歳ハムソキ、そして45歳山本美優の対戦です。大臣の現在のスーパード級女王浜崎朱加への挑戦権をかけた一戦です。年末にリングに上がる権利を得るという試合が始まりました。そうですね、次期、タイトル戦に絡めるのでね、はい、この試合の勝敗は大きいと思います。タックルのフェイントがあるよ。タックルのフェイント、フェイント、フェイント。タックルにいったシングルメイク、倒したテイクダウン。ナイス。そこから寝技に持ち込みたいのが山本です。ここもタックルに行きましたがハイキック、顔面にキックを放っていった韓国ハムソキ。そうですね、一発目のタックル倒されてからもう対応してきてますね。はい、両足から片足に変えて。ただハムソキもここはスプロール逃げようという体勢です。頭上げる、頭上げる。車離すな。ブレイクブレイク、スタンドアップ。両者立ち上がりました。ハムソキが、山本の攻撃を耐えたという形になりました。残り1分。左がそうですね、とにかく山本選手は左をもらわない、はい、もらわないことですよね。はい、そしてやはりここはもうテイクダウンに行くという山本、キックも放ちます。当然この S キングバックボーンの山本、対策は取ってきているはず。ハムソキ片足は掴んでるんですけれども、耳の上をカットしましたね。ちょっと耳大丈夫でしょうか。はい、やめて、やめて、やめて。再開します。ただ果敢にタックルを挑んでいく山本美優。ハム選手が徐々に、美優選手のタックルを見切るようになってきた。頭の方向をコントロールして相手の力の向きを変えてるんですね。そし
して細かくパウンドを打っていきます。頭抜きましたね。ここ立ち上がりました。離れ際ですね。そうですね、離れ際パンチを放つ山本。サッカーボールキック、サッカーボールキックを放つ。タックルでおそらく今体力使ったんで、山本選手そしてここを気をつけないといけないですね。今度はどうしました。切られてしまうちょっと厳しくなるんで、いやただ山本がここで動きが止まってしまいました。ここでレフェリーストップ。見事カウント春先山本美優を下しました。最後はコリアンレジェンド春先がテクニカルノックアウト勝利。これで、浜崎3度目の挑戦権を手にしています。まずご覧になっていかがでしたか。いやー、一言やっぱハムちゃん強いなって思いました。過去、ハムちゃんと2回戦って勝ってるんですけど、3度目もしっかり決めて勝たせてもらいたいと思います。 무조건 열심히 할 겁니다. 근데 하마자키 선수한테 꼭 하고 싶은 분인데 제가 2번이나 졌는데 3번째도 시합을 응해주셔서 정말 감사드립니다.これあれですよね、傷口が早く治るやつです。母ちゃん試合中出血が初めてで、それちょっとパニックって、でも経験しないと治せないし強くなれないから大事な負けだったんじゃないかなと本当に思ってます。いいところだらけだったし、本当にこういう強い選手と戦えたことがすごく自分の MMA 人生っていうか自分の人生の中でもすごくラッキーなことだと思うから、今までやってきたことを間違ってはいないと思うので、これから先もっと強くなるように前を向いていきます。타격 면에서도 굉장히 자신감 있게 하는 게 보여졌고, 뭐 레슬링은 당연히 잘하는 부분이니까 정말 좋았고, 힘도 생각보다 굉장히 좋았어요. 태클이랑 타격을 허용하지 않기 위해서 제가 저만의 거리, 좁은 거리에서 무조건 하기로 작전을 했었는데, 1라운드 때는 그게 잘 안 됐던 것 같고 2라운드 때는 좀 제 거리를 잡은 것 같아요. 하마자키 선수는 10년 전부터도 그렇고 저랑 첫 번째 시합할 때부터도 그렇고 두 번째 시합도 저보다는 항상 우위에 있던 선수였기 때문에 제가 하마자키 선수보다 그 무엇 하나도 우위에 있다고 생각하지 않고요. 첫 번째, 두 번째 시합 했던 거랑은 좀 다른 모습으로 하마자키 선수한테 제가 부끄럽지 않은 선수로서 응하기 위해서 최선을 다하도록 하겠습니다. 다음 시합. それでは皆さん、体が強くなってるなっていうのがやっぱ一番にあって、フィジカルの部分ではもう私とやった時と比べるものにならないぐらい多分強くなってると思ってた方がいいと思います。もう誰にも文句言わせないように一本勝ちで勝ちたいと思います。本当の世界一決定戦だと思ってるんで、浜崎対浜崎、注目の一戦、見逃さん一戦が大晦日実現します。正直試合前は怖くて、また負けたらどうしようっていう不安がすごいあったんですけれども、悔しさを原動力に変えて、ニューヨークで流した涙、階段を上る進化の証。スペイン、アレキサンドラ・アルバーレ、35歳です。地元で迎えるライジンのリングです。まず最初の第1ラウンド。最初はいける、見なくていい、見なくていい、見なくてね、見なくていい、見なくていい。これがライジン復帰戦となります。まずは最初の5分間です。右左、みんな入りましたよ。そして攻めていく、キックを出したら、そしてテイクダウン、もうここには試合続行あっという間の決着。レーナがその強さを見せました。戻ってきました。
ード決着。ちょっとほっとしてますなんか。そうですね、だいぶ緊張しました今回。もうどうしようかなと思って。いやもうしかも煽り V で泣きそうになりましたもん。いやもうでももう浜崎さんを泣かせたくないなっていうあの V で改めて思いましたね。ちょっと泣いてたかもしれないです。恥ずかしいですね、なんか。本人もやっぱ悔しかっただろうし、うちら、チームもすごい悔しかったし、その後もすごい頑張ってるの知ってたんで、絶対勝ってほしくてよかったです。勝ってほっとしました。ファンはでももう29日ベラトールそうですね、29なのか31なのかちょっと分かんないですけど、そうですね、ちょっと明日から考えようかなと思います。明日今日はもう大阪のみんなと、2杯のスピードで勝負してください。ダンスの配が気をつけてください。キックの王子様は61キロ級世界の王様になってライジンに帰ってきました。チームてっぺん白鳥大使エディオンアリーナ大阪に登場。敗北続きのホラー目から抜け出し息を吹き返した虎が狙い続けるターゲットに近づいてきた。元 K1 スーパーフェザー級王者タイガが強敵振動なスター選手の盟友を務めに大阪の地に乗り込んできました。さあしびれるキックボクシング好カードをライジンは用意しました。どっちの持ち味がどう出ていくのか。カウンターになりました。なんと一瞬飛び込んできたタイガに当てていきました白鳥大樹。カウンター動きが非常に柔らかい。ダウンです、またしてもカウンターが入りました。相手のフックなんですよね。まとめていく白鳥大樹、アッパー引き上げの膝倒れながらもバックブローを放っていきましたが、しかし俺はダウンしてないって今アピールしましたがダウンを取られていく。さあ約30秒だからね、しっかりまだないよまだないよ。さあさらにここでまとめるか、ダウンを取るか、ダウンカウンタータイガー。さあ反撃の一打をなるか、一本膝を放ってロープを背負わせる。相手のパンチをかいくぐりながらドラッグを放ってきた。笑ってるぞ、タイガが笑っている。白鳥も少し応援だ。28対25赤白鳥白鳥大樹です。25赤白鳥3対0判定勝利。0をもちまして勝者赤コーナー白鳥。一発もらってから見えない。弱いよ。いや、ありがとう。今まで一番試合楽しんでた感じしましたよね。いや、2人で笑っちゃってこいなんでやっちゃった。いや、あれはぶっちゃけ楽しかったですけど、汗我慢に。またよろしくお願いします。いや、ちょっと一緒に盛り上げていけたらなと思って。いや、盛り上がったよ。盛り上がってもあれだ。やりがいします。ちょっとそれ考えてください。彼女じゃないですからね、なんか否定したいんですけどね、あれ本当に彼女じゃないんですよ、全然本当に違うんですよ、全然違うんですよ。いや、彼はそのイメージは利用してる
なんで出るのみたいな感じでは言ってましたね、みんな。まず絶対に勝てる自信があったということですね。圧倒的に勝つことによって、堀口選手へのプレッシャーをかけるっていう思いもありましたね。今回出て勝つことによって、さらに大晦日の堀口選手との対戦が面白くなるって思ったんで、突き抜けるためにはみんながしないことをするっていう、それだけです。グラウンドの得意な選手と今までやったことがなかったんですけど、僕はそういう選手の方が得意としてるというか。僕たちって来陣出て10戦前かなで、なんかグラップラーとやってないじゃないですか。寝技が弱いとか、テイクダウンされるだろうとか思ってる人多いと思うんですけど、ここでようやく俺たちの強さが、本当の強さが見せる時が来たなみたいな。やっぱり相性がいいのは僕はストライカーなんですよ。朝倉海のパンチが当たってしまってダウンしてしまっても絶対に最後取り切るんで。予測できてないなっていうのは感じましたね、インタビューで。作戦が立てれてないなとか分かってないなとかっていうのも感じ取れるんですよね。日米2大メジャー制覇チャンピオン堀口恭司をわずか68秒でノックアウトしてしまった男。今や世界が注目する格闘技界革命の寵児、朝倉海。寝技天狗佐々木ウルカ、朝倉海を捉えるか。いよいよ雌雄を決する両者、倍以上のキャリアを誇る佐々木ウルカに対して朝倉海、どんな戦いを見せるか。年末この堀口恭司との一騎打ちに向けて、朝倉海画面右、絶対に勝たなければならない戦いがここにあります。リングに立った時にセコンドで兄貴が見た感じで、リーチ結構長いねみたいな、なんか多分遠く感じると思うから大振りにならないように気をつけろよみたいなことを直前で言ってました。兄貴と多分身長とかも一緒ぐらいで、しかもサウスポーじゃないですか。めちゃめちゃやりやすいんですよ、慣れてるから。さあ混沌としたバンタム級戦線の戦いが始まりました。さあ高坂さん、いよいよ始まりましたこの2人の一騎打ちですが、どんなところ注目ですか。鼻からもうヒリヒリしますよね。最初からもう結構打撃でプレッシャーをかけて距離をどんどん潰していこうと思ってましたね。僕はもう近い距離の打撃でもギリギリまで見れるようになったんですよ。直前まで本当に見れるんで、近い距離でも怖くないんですよ。なんでそのタックルに来た動作も見えるんで、その近く詰めていこうと。でも向こうは多分近い距離になると雑になるんですよ、打撃が。だからその雑になった時にカウンターを取ろうっていう作戦でした。だから圧力をかける打撃に。さらに飛び込んできた。これうまいんですよ、ウルラ選手。ノーモーション、しかも足をツイッチしながら打ってるんで、これ俺も結構やるんですけど、かなり高度な技術でしたね。組みついていこうとしている佐々木ウルカ。佐々木ウルカはグラップリング、大取りに入った。佐々木ウルカはグラップリング、大取りに入った。これはもう手応えありましたね。さあここから足に組みついていこうという佐々木。パウンドが入っていた。またしても勢いによって乗り込んでしまうのか朝倉海。さあ抑えてますけれども、ダメージはまだありますね。いやー、これパウンドを放っていく防戦日報の佐々木ウルカ、元 US ファイター、世界のトップを知る男を相手に朝倉海が入るこの注目ペース。まさかの展開スタートですね。そうですね、今一発出血が見られます。立ち上がりましたね。今レフェリーが止めました。作戦でずっと狙ってたんですけど、今までのウルカ選手の試合を見るとジャブのモーションが分かりやすいんですよ。そのジャブに相手のこの左フックを合わせるっていうのを練習してましたね。手応えありましたね。これはもうここでまとめようと思ったんですけど、もうすごい食らいついてきたんですごいなと思って。でこのパウンドする時も向こうがテイクダウン来ることを予測しながら攻撃してるんですよ、ずっと。ガチャガチャガチャってテイクダウンするの嫌だ。そ
そうですね、これも無理やりパウンド攻めてるわけじゃなくて、打ちながらも相手のテイクダウンに、8割ぐらい重きを置いて攻撃してるんですよ。一気にパウンドに持ち込んでいったのは朝倉海の方でしたけれども、そうですか、衝撃の始まりになりましたね。ストップですね。ストップだ。なんと止められた。強い。なんと佐々木優が戦えない。朝倉海またしても秒殺。これが格闘技だ。強い。もう目で分かりましたね。もう何が何でも、勝ってやるみたいな気持ちが伝わってきましたね。相当手応えもありましたし、パンチで普通にもう絶対倒れてもおかしくないパンチだったので、もう最後の最後までなんかもう絶対食ってやるっていうなんか目をしてました。USC ファイターが登場。ブラジルアリオン・マルダード。苦しい姿なんですけど、ちょっと大丈夫っていうのをちょっと見せたくて、手術前とか結構やっぱナーバスになっちゃって、ちょっとファンの人たちの声が本当に届いて、なんつうかこう心から本当力が溢れ出てきて、全然元気っす全然元気っす。やっぱり朝倉海がすげえ強かったっすね。はい、もうそれに尽きる。やっぱりこんなもんで終われないし、今回たくさん力を送ってくれた人たちに倍以上にして返そうと思ってるんで、また来神のリングでみんなに会ってみんなで盛り上がればいいなと思います。これからも、佐々木優香をよろしくお願いします。さあベルトを持って今堀口選手がリングに上がってきました。さあもうね1回負けてるからね、別にベルトなんていらないよ。次取り行くから見てて、盛り上がっていこう。だって1回負けててベルト持ってて僕がチャンピオンですバカかってなるじゃないですか次取ればいいじゃん。勝負は始まってるんで、もういや逆に怖くなったんじゃないですか今回の試合で、分析材料はないと思いますよ。あんまり僕自分と戦うのが一番やりたくないですね今佐々木優香はグラップリング大首で入った。さあここから足に組み込んでいく。早いラウンドでフィニッシュなんで、何も分かんないですよねはっきり言って。でもなんだろう、自分の中でも大体組み立ててるんで、だから何の問題もないから。これ言っちゃっていいんですかね。あんま言わない方がいいですよね。ボクシングジムに通い始めたのが一番多かったですね。もともとパンチ力はあったんですけど、やっぱりその打ち方が、その下半身からの伝え方がなってないって言われてたんで、そこを修正してもらって。西山さんに何て言われてほしい。よくその打ち方でこんなに強いパンチが打てるねみたいな、これ直したらとんでもないことになるぞみたいな。パンチの伝え方とか踏み込み方とか僕と似てるから教えやすいなってなったんですよ。はっきり言ってもうまだまだ全然強くなる可能性を持ってますね。ボクシングが上手くなってますよね。だから寝技とかはどうかってなった時にまだ見てないし、はっきり言って自分にはプランがいっぱいあるんで、やっぱマイク・ブラウンとかもコーチとかもいっぱいいるし、
今までにない戦い方ももうできるんで、だから、自分はどんどんプランを戦いの中で変えていこうかなって感じですかね、今のところ。変わりましたよ、本当に。すごいですね。どこ歩いてても声かけられますね。みんなに知ってもらってる感じしますね。自分のために勝ちたいっていう気持ちから、なんかもう今はライジンを背負うっていうなんか気持ちに切り替わりましたよね、やっぱり自分の背負ってるものって小さいものではないので、なんか自分が来たことによってなんかライジンも変わった気がするんです、自分の中では。僕は受け取ったと思ってますけどね、そこを。いつでも挑戦ですよね、はっきり言って。でもその気持ちが強くなったっていう感じですよね。そういう運命のもとに生まれたのかなって自分で思ってます。まず絶対にベルトを取らなきゃいけないと思ってますね。なんか使命じゃないですけども、俺が取らないとダメだっていうふうに思ってますね。